はい、坂井翔吾です。8ビットミュージックの Tips、今日はエンベロープの続きです。箱型については、もう申し述べることはないかと思います。減衰について、今日はちょっと深く掘っていこうと思いますが、第4回目の最後で紹介しました、モーツァルトのアルベルティバス、これを交互に、やった場合というものをやりました。これをまずちょっともう一回聞いてみたいと思います。わかりやすくするために、交互に打つ時のパンニングを、右と左に分けました。それをまず聞いてください。このように、なってますが、これを減衰にすると非常に聞こえやすくなります。こちらマジカル8ビットプラグの方で、書いてますけれども、リリースの値をいじります。この場合は 0.498 と、やってますけれども、ここら辺の調整は、ゲートタイム、それから曲のテンポ BPM によっても変わってきますので、程よいところをうまく調整すると良いかと思います。ゲートタイムは今までずっと箱の伸ばしっぱなしだったんですけども、約4分の1のゲートタイムにしました。つまり4分音符のものは16分音符になっています。今度はパンニングをセンターにまとめてますので、それで交互のアルベルティバスを聴いてみてください。はい、続きまして、フェードインという、ものがあります。ふわーっと、スネークインしてくるやつですね。これはダンジョンなどのような雰囲気を醸し出します。一度聞いてみてください。はい、こんな感じになります。明日はもう一回エンベロープについて、メロディーを極力表情豊かにするためにどのようにエンベロープを扱うか、そこについて申し述べたいと思います。はい、以上です。第6回目の、お送りします。今日は外からやってます。いい天気なもので。ですね、昨日 YouTube の方のコメントで、著作権チェックはジェントルレインを弾いたらどうかっていう意見をいただきまして、なるほど、それもありだなと思いまして、やってみます。あとですね、ヌヌノイズーさんから、区形波に関する、三角波に関する、貴重なご意見いただいてます。すごく長いんで、ちょっと最後の方だけ読みますね。皆さんも読もうと思えば、僕のYouTube のこれ第何回目だ ?4 回目の下の方に行けると、読めると思います。トライアングルチャンネルにボリュームサポートを追加するには、このシステムを再設計する必要があり、非常に複雑です。あるいはボリュームレベルごとに多くのルックアップテーブルを追加する必要があり、貴重なチップ台のスペースを占有します。スーパートライアングルの出力品質の低さと複雑さを考えると、ハードウェア設計者はシンプルさを維持するためにボリュームサポートを省略することを選択したのだろうと。当時トランジスタを一つ一つ手作業で配置する必要があったため、チップの設計はシンプルであることが重要でした。ちなみに MOS の6502、MOS モトローラの6502は3510個のトランジスタを搭載してましたということなんで、すごく非常に細かく書いてくださってまして、理想形ですね。僕が最初目指していたいろんな疑問をこうやって皆さんが答えていただけるというのがすごく嬉しいです。はい、じゃあ外でのお送りするのは一旦この辺にしまして、はい、室内に戻ってまいりました。ジェントルレーン、一発で行くか弾けるかやってみます。
てな感じですね。ダメだ、やっぱり全然覚えてない。はい、今日のこの T シャツはキングオブゲームズさんといって、京都にある会社の、T シャツの着てます。これはちゃんと送っていただいたのかな、ちょっと忘れちゃった。どっちかな。さっき一応三角化の方で、ボリュームが変わらないのはなぜかっていうのを細かく、実言うと半分ぐらいは理解できてません。理解できてないけども、まあ音屋としてはまあボリューム変わらないんだってことが、こんだけ動画でアピールできたからまあいいかなと。はい。あと、何か話すことありましたっけ？ジェントルレインも聞きました。これが、昨日もスルーだったんですよね。あとは、なんか、ありましたっけね。そうだ。区形派のエンベロープで箱型段差、疑似残響について、述べて、昨日、特に5回目で述べたんですけれども、区形派がこう、大概ボリューム7段階あるうち0、1、2、3、4、5、6、7のうち7なんて使えることはなくて4、3、2、1を使うのがせいぜい。アクションゲームになると効果を目立たせたいがために3、2、1ぐらいで作るんですね。そうすると段差だってもう段差がないようなもんであって、なので RPG なんかだったら4からカクッとこう2ぐらいまで2とか1に落とすとそれなりに効果あったんですけれども、その時にですね、こう言ってる時にカクッと落とすとノイズが出るんですよ。ポーってなってほしいんですけど、ポープスーっていうそのプスプスが毎回出るんですね。要は発音のし直し、リスタートが問題になってまして、それを改良するドライバーを作るのに結構外のやっぱり専門の方にご協力いただいて作りましたけれども、そうやってドライバーを改良してノイズが出ないようなものにしました。多分そこまでやってるのはね、自負しているわけじゃないですけど、データイーストとサンデンスさんもね、結構そこら辺いい音出してたんですよね。そこはね、そのノイズについては結構ね、よく耳をそば立てていろんなソフトを当時はプレイしてましたんで、ここはよくやってるなとかね、そんなことを聞きながらやってました。はい、第6回目、こんなあたりにしましょうか。明日から、関東はちょっとずつ曇ってきて、日曜日ぐらいは雨だということなんですけども、僕はおかげさまで、渋滞にもはまらずっていうか、外にこれのためにほとんど出てません。これをアップし終えると、さて買い物行こうか、夕飯の支度しようとかいう風になってるんですけども、はい。皆様、あと残り少ない、今日が木曜日、金、土、日、3日間、僕も、ラストに向けて、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。さよなら。